今回のテーマは駒を捨てるです。こちらのテーマは非常に難しい問題テーマとなっております。実はですね、将棋は駒得をするというのはとても大事だ、駒を取る、相手の駒を取るというのはとっても大事な要素ということは皆様ね学んできてこられたかなと思うんですが、今回のこのテーマは駒を捨てるです。駒を捨てるというのは、単純にそこだけ取ってしまうとただの損、自分の駒を相手に取られてしまうのでただの損で終わってしまう、何もいいことがないんですが、その先ですね、駒を捨てることで得るメリット、相手の駒、より強い駒、大きい駒を取り返したり、あるいは相手の王様を危険地帯におびき寄せるような捨て駒を捨てることで相手の王様にとどめを刺す、詰ますといった駒を捨てることによって生まれる、自陣へのね、自軍へのメリットというのが将棋にはあるんですね。ただですね、これはですね、今言ったように先が読めないとできないことなんですね。駒を捨てるだけではただの損です。本当にこれ繰り返しになるんですが、駒を捨てるだけではただの損、その先が読めて、それの見返りですね、しっかりとしたメリットが読めることで成り立つテクニックとなります。ですので、まずは駒を得するという大事な要素を理解した上でですね、駒を捨てるということに挑戦しないと、これはですねとてもできない、理解するのはとっても難しいですので、今回この後ね大盤を使って解説させていただくんですが、最初は難しいという方はですね繰り返し見ていただいて、少しずつでいいのでね理解していただければなと思っております。はい、では最初はこちらの、局面になります。今ね相手の王様がいましてね、持ち駒に飛車を持っていて銀と桂馬でちょっと攻めているような状況ですね。これ自玉がないので相手の王様を見ればいいという攻めの問題なんですけれども、普通にこう5二桂成とか王手して玉を逃げて飛車で王手してね、実戦なんかですとね持ち駒の飛車を生かしてこういった攻め、これもね、攻め方としては0点ってわけではなくて、とてもいい感じの攻め方ではあるんですが、その1個上を行くですね、この場合ですね、何気ない局面なんですけど実は詰みがあるんですね。でこれがですね、難しいんですけれども、この飛車を捨てることで、先ほど言ったメリットですね、見返りということなんですけど、飛車を捨てることで相手の王様を詰ますことができるという問題になっております。ちょっとね難しいんですけど、ぜひぜひ皆さんねちょっと一回考えてみていただいて、どうですかね。普通に王手していくだけならいっぱい王手があるんですが、この場合は正解はですね5一飛車と、これはですね銀桂と紐づいてないところに打つ手なので、当然相手にこうね入っていく同玉とこう美味しく飛車を取られちゃうんですけれども、この大きな犠牲飛車をね、ただですねこれだけだったら本当に意味のないただの飛車捨てなんですが、王様をこう危険地帯に、おびき寄せることで5二桂成となることで、これね3手詰めなんですね。ぴったりこれで3手の読みで詰みとなります。この5二桂成ではですね、5二銀成でも同じですね、同じ形で詰みなので、こちらを考えた方もねもちろん正解になります。この問題ね、飛車を王手ならね、例えば4四飛車とかね、こちらから打てば取られない王手はあるんですけれども、この場合は逃げられてしまうということで、これ将棋のね、難しくて不思議なところでもあるんですけれども、むしろね相手に取られてしまう場所に飛車を打つというのがこの場合ね正解です。本当にだから難しいんですこれね。で玉をこう安全地帯の逃げさないようにしてとどめ、難しいんですけども、ぜひ、この要素をね皆様にも覚えていただければなと思っております。はい、続いてはこちらの局面になります。こちらの局面、これはですね相手の王様はもう非常に金銀に守られていて、この辺は詰ますのは不可能ですね。銀と歩2枚しかないんで、これはどんな達人連れてきても詰ます王様を相手の王様をね捕まえるのは無理なんですが、じゃあどうするかっていうことなんですけど、これはですね歩を2枚持っているので、この歩によってですね、少しでも得しよう、歩を捨てることで、先ほど言った見返りという表現をしたんですけれども、歩を使うことで得をするという、3手の読みってねつながってくるんですけれども、先を読むことで歩を犠牲に得をするという問題ですね。ちょっといきなりね詰め将棋と詰みの問題と変わったんでね、ちょっと皆さんあれかもしれませんけど、ちょっと考えてみていただいて、この歩2枚を使ってどうすればね得できるかっていうのをねちょっと考えてみていただきたいんですよね。ポイントはここにいる銀ですよね。この銀を生かしてこの歩2枚を使うと。そうですね、王様を詰ますわけじゃないんでね、ちょっと正解手は地味に見えるかもしれないんですけども、実はねとっても大事な要素になります。この場合はですね、3四歩と
こちらにね、歩を叩くなんて言い方しますけれども、銀の頭に歩を打つ、この手が正解になります。これはね、銀当然こう取れれば、もう歩で銀取れれば大成功ですね。王手取れば大成功といって、銀逃げる場所もないですから、相手は不自然にね、こう同銀と3四同銀と、これだけでは歩のただの捨て駒で、これだけではただの損なんですが、ここで、もう一歩を使ってですね、3五歩と打ちます。どうでしょう、これね、実はこうなってみると、3五歩と打ってね、これで、銀がいわゆる死んでいる形になるんですよね。この銀が行く場所がもうないと、ね、バックするにも自分の味方の歩がいますし、前の方はね、この3六の銀がとっても大きなポイントでして、どこに行ってもね、銀で取り返すことができると。例えば3五銀同銀と取ってくれば同銀と取って、歩を2枚犠牲にしましたが、銀を取り返していますから、これはさすがにですね、自分の方の駒得となります。このようにですね、もちろん将棋は王様を詰ませられればね一番いいんですけれども、こういうテクニックですよね。王様を詰ますだけではなくて、駒を捨ててよりいい駒を捕獲して取ってしまうというのがとっても、将棋にもよく出てきてですね、とっても大事なテクニックですので、皆様に覚えていただければなと思います。はい、続いてはこちらの局面になります。こちらの局面はですね、自分の方に飛車がここにいましてね、1四にこう歩が垂れていて持ち駒がないんですね。でこれも相手の王様がいませんから詰ますという問題ではないんですけれども、この飛車をねうまくなんていうんですかね、活用していきたいというところですね。で相手は歩を1歩持っていてと、これ飛車を成りたいんですけれども、すぐ成っていってもねこれ金で取られてしまうと。これだけでね金が守っているから難しそうといって、この金を例えば2六飛車と寄ってねこう金を狙って取れればいいですけれども、後手は歩を持っているんでこう2三歩とペタッと受けられるとね、なかなかこの金の守備力が強いので、突破ができないような感じなんですが、ここで、駒を捨てるテクニックでですね、飛車をうまく使うことができるんですね。正解は1三歩成と。この歩をね成り捨てるっていうんですけれども、歩を捨てます。これ金がね取られてしまってはいけないので、後手は同金と取るんですが、この歩を捨てたことでですね金の守備力が落ちまして、この3三の地点に3三飛車成と、飛車を成り込むことができると。こちらも王様を詰ますという成果ではないですが、駒をね飛車を成ってパワーアップさせるということで、将棋をねうまく指す上でとてもね大事なテクニックになります。こちらの問題の正解は1三歩成同金3三飛車成と、歩を犠牲に飛車を成り込むがこの問題の正解になります。はい、今回のテーマは駒を捨てるでした。ご覧いただいた通り、自分の駒を捨てるというのは勇気がいることというかね、それだけではただの損になってしまうんですけれども、駒を捨てることで王様を詰ますことができたり、あるいは駒を得したり、あるいは駒が成ったりといったね、いろいろなことがねできるわけですね。でこちらはですねとっても本当に最初にも言ったんですけれども難しいことで、なかなかね最初からできる方はねいないと思います。ですので、繰り返し見ていただく、あるいはいろんな問題にチャレンジしていただくことで少しずつでいいのでね覚えていただければなと思っております。